You have to make something job, ルースさん。Be happy your life. はい。おかしいと。Be happy your life. Yeah. 皆さん、おはようございます。レコードできてますか？はい。できてます、レコード。ということで、今日はですね、皆さん、たくさんの人にね、質問がありました。バス作ってる時と、バス終わってから、はい。そうですね、はい。ということで、ちょっと Q&A をしていきたいなと思います。皆さん、めちゃめちゃ面白いコメントありがとうございます。Yes、コメントありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。はい。かなり噛んじゃってますけど、大丈夫ですか？はい。まあ、インスタグラムの方でもかなり DM ありました。Q&A、はい、いつもほんまありがとうございます。まあ、インスタグラム僕もルースもやってるんで、皆さんもしよかったら、フォローよろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございます。ということで、ちょっと座って、今日は4人タイプですよ。4人のミーティングタイプ、会議タイプで。ちょっと硬い。またクッションまだクッション見てないんですよ。ちょっと。そうなんですよ。痛い。なんでショートとルースそんな遅いんって思われてると思うんですけど、今クッション待ってるんと、あとカーテンも待ってます。なかなか来ない。はい、はい、そうですね。はい。エアコン修理してます。エアコンの修理はもう終わりです。今日の終わり、室外機。はい。で、まあ、何回かテストドライビングとかテスト車中泊したんですけど、やっぱり後ろと横、カーテンないのはちょっときつい。すごいなんか見られてる感じがある。プライベート欲しいんで、カーテンは作っていこうかなと思ってます。はい。ちょっともうちょいね。まあ、今からなんですけど、ちょっと Q&A するんですけど、質問がめちゃくちゃいっぱいあります。ありがとうございます。じゃあ順番にちょっと言っていきますか。OK。はい。はじめ質問は何ですか？はじめの質問、バスコンはその大きさゆえ道路や出先での駐車など気を使うことが予想されますが、思い切ってこのサイズを選んだ理由を聞かせてください。なんでサニーのサイズにしたか。はい。まあこれは、まあトニー僕ら1年半住んで、フルタイムで住んでね、フルタイムで住んで、もう最後の方めちゃめちゃしんどかったです、正直。トニーでの生活。まずスタンドアップ立てない。で、立てないっていうのが一番きつかったかね。難しかった、正直。で、やっぱり狭いんで、仕事するところともう寝るとこ同じみたいな感じやったから、一人が寝たい、一人が仕事したいってなっても難しかったし、で、やっぱり僕らフルタイムなんで、まあ正直ウィーケンだけとか週末だけとかやったら全然トニーでもいけると思うんですけど、毎日生活するとなったら本当にきつかった。ごっつきつかったと思う。はい、そうですね。何回もルースとショットパンチし合いましたもんね。どう？いや、料理ちょっと難しかった。雨が降ってました時。そうやね。ちょっと、レシピかヘルシー食べ物作りたかった。でもできなかった。エクササイズの後シャワーできなかった。そうやね。まあバスはもうほんまガチな僕らの家になるんで、やっぱり家として住むのあればやっぱり大きいのがいいなっていうので大きいのにしました。まあそれが理由ですね。そうですね。はい。だからバス。そうですね。バスサイズ。次、塗装のことについて問題はないのか、この塗装で、ポリスの、ペイント大丈夫なのかっていうことなんですけど、まあ多分問題は全然ないと思います。はい。普通にガリバーで売ってたんで、中古のオンラインで。はい。びっくりした。びっくりした、ほんま僕らもびっくりしたんですけど、たまたま運が良かったというか、まあ出会いですね。はい。いや、私考えます。多分売るの前、ペイントする白が違う色。警察バスを売る前白にせなあかんと思っとった。多分でも違いますね。面白い。まあ、でこれから塗装するんですかっていうクエスチョンもあったんですけど、もうサニーは警察バス、これ何回も言うんですけど、警察バスっていうブランドで買ったんで、もう塗装はしません。はい、もう警察バスのままで行きます。どうですか？いや、だから買いました。OK、じゃあ次、車検合格おめでとうございます。ありがとうございます。長距離を運転していくわけですが、シートの調子はどうなんでしょうかっていうことです。まあ、まだ長距離は運転してないんですけど、まあここから6個行ったり、まあ一日中運転するっていうことはあったんですけど、全然シートの方すごい、気持ちいいです。どうですか？はい、今まで全然大丈夫。でも多分長いロードトリップまだわからない。まだわからない。で、まあクッションもなんか
結構重たいバス重たなっとうからクッションとかガタガタでダメなんですかっていう質問とかも結構あったんですが、結構クッション効いてます。高速とか乗っとってもガンガンガンこんなんとかじゃなくて結構ふわんふわんになるんで、まあ全然気にはなってないです。どうですか？はい。うん。でもはい。この椅子もっと硬い。まあクッションなし。こっちの方がしんどいね、座っておく方長いこと。はい。はい。で次なんですけど、停車時に、車内を移動した時の揺れはどうなんでしょうみたいな。まあ運転してる時はまあもちろん揺れはあるんですけど、こう止まった時生活してる時のこのサニーの揺れみたいな全然ないですね。はい。シェイケン。うん。でも多分大丈夫。でも台風経験まだありません。多分強い風時多分違う。そうどうやろうね。まだ経験ないわからないですけど。まあ、ルースさん大抵もエレファントステップごっつい大きいんですけど、家で住んどってもそうですか、ごっつい大きいステップ、ルースさんエレファントステップそれでも大丈夫なんでわからん。でももし私マンションに住んでます、多分みんな文句そうやったらルースの下イエー言うかもしれん。あの人の下絶対イエーもうどんどんうるさい言われるかもしれん。やべえ、はい。まあでも実際生活してみてルースがそっち寝とってで、翔太がここでキッチンでなんか歩いたりしたらもしかしてうるさいかもしれん。分からへん。はい。まだ分からへん。その辺はまた皆さん動画作りながらシェアできたらなと思います。はい。もちろん。OK、じゃあ次、今後エンジンを改造する予定はありますか？エンジンフィックス。なんでですか？多分坂道とか結構20キロぐらいしか出えへんかったからエンジン変えたらやっぱターボとかつけたらもっとスピード出るって感じ。まあ、でも僕はもう20キロで全然いいしまあ20キロで走って渋滞になったらこう僕らいつも避けて先行ってもらったりするんで僕はもうこのままでいいと思うんです。別にエンジンが強い、まあ、走った際、まあ、走ったってちょっとでも走れば OK なんですけど、ルースさんどう？多分大丈夫。今もっとお金使ったことない正直。どうですか？多分違うエンジン多分高そう。何百万もするのか分からんけど。全然分からない。でもsounds expensive。もしかしたらこのサニーより高いかもしれん。はい、サニー買った時より高いかもしれない。多分分からない。まあでも今のところエンジンは変える予定はないです。もうこのまま行きます。はい。もう十分20キロでも走ってくれるんで大丈夫です。僕らそういうとこあんまこだわらへんね。そのエンジンとかそういうまあ走れば OK みたいな感じやね。燃費はどれぐらいになりますか？これもやっぱりエンジンに関わってくるんかね。燃費はリッター5ぐらいです。リッター5多分めっちゃ悪いと思う。どうですか皆さん？はい？普通車どうですか？分からん。10とかのやつもっとあるんちゃう？でも家なんで家が動くだけなんでもうそこはもうマスペイ、もうかかってくるお金も絶対にしょうがない。同じ時、ジンクスだけで同じ時同じ単語、もうしょうがないです。それはもうあえてもう燃費悪かったらもう全然正直気にしてないです。はい。次、バスを作っていく上で一番大変だったことは何ですか？Most difficult part in the bus, building bus. そう、バス、一つものじゃない。例えば、もし家、リフォームしてたら、例えばバスルームだけする。それからバスルーム、パイプとタイル、このエリアだけ勉強しないといけない。でも、キャンピングカー DIY 時、たくさん違うスキル必要。例えば、バスルーム、電気、木、いろいろあります。ソーラー、たくさん違うものを勉強しないといけない。それ一番難しいと思います。翔太どうですか？実際僕ビルディングしてみて、まあそこもはい。でも僕は結構そういうの好きです。新しいことを勉強する。で好きなんですけど、僕が一番難しかったやっぱりこう異形が多いっていうね。バスやっぱりこうスクエアなんていうんですかね、箱じゃないんで、箱やったらめっちゃ簡単に作れるのになっていうところなんですけど、まあ振動筋にしたり作らなあかんかったり、なんかいきなりこうまっすぐ来とったのになんかガクンとこうなっとったりみたいな、そういうところで、苦労した部分が多かったね、全体的に。はい。curved。そうやね。カーブね。
まあまあまあなんとか最終的になったんで、まあでも2回目作るってなったら多分めっちゃ簡単やと思うんで。そうですか、もっと早い。もっと早い。多分調べる時、調べる時間必要ない。調べる時間必要ないし、大体こんな感じで分かるやんか。コピーペースト、みたいな。コピー&ペースト、はい。やっぱ1回目なんで、まあ何でも1回目は難しいってよね、みんな言うけど、ほんまそうやなって思いました。断熱塗料だけのようですが、大丈夫ですかみたいな。例えばこれガイナ塗ったじゃないですか。ガイナ宇宙飛行士のあれ塗っただけで全然大丈夫ですかみたいな。でも正直まだ外出てないんで一概にははっきり言われるんですけど、もう例えば今サニーとトニー仲います。でトニーはもう断熱ガチガチで、作りました。でサニーは、ガイナで作りました。で気温調べてみたらトニーの方が暑いんですよね、夏。そうですね、最近、なんていうタッチパネル、温度を見れる、それから温度の歴史も見れる、でもまだ40度そうね、いきません。40度以上いってません。まあそれもちろんエアコンつけてないし密閉して同じで外出しとっても同じ環境でサニーとトニー比べてみてもトニーはもう40度超えとか結構あるんです、測ってみたら。そうとも、でもサニーは40度超え1回もないし、なんか涼しいような気もします。まあ実際にこう温度測ってみたらやっぱサニーの方が涼しかったりするんで、それやっぱガイナの効果かなと思ってます。で音がすごいです。はい、ボーンキャンノヒア。そう前もルースが水のタンク入れてくれよって翔太今ここでスクリーン見れるんで何%とか何%あるみたいなこう会話をしてたんですけど全く聞こえへんので、びっくりした。Yeah, it's really soundproofing. そうやね。そう多分めっちゃうるさい音楽も聴ける。まあ映画とかも試しで見たんだけどアウトサイド全然聞こえなかったりみたいな。映画や。まあということは防音効果もちゃんとできてるんじゃないかなと思ってます。はい。床暖房とっても省エネの床暖房をつけてらっしゃるんですけど自分を探したのですが見つけられずぜひ教えてほしいです。まああれもちょっと会社の名前ちょっと忘れてしまったんですけどあれはドイツで見つけました皆さん。ということでドイツの床暖房、RB みたいな感じで調べたら多分出てくると思います。はい。続きましてルースの免許どないなってるんですかみたいな。免許？長い道のりストーリー。道のり。長い道のり。ですよ、ルースさん。はい。まあ今ルースさん仮免は合格しました。はい。で、まあ準中型取れんで仮免と本ちゃん取らなあかんみたいな感じで、仮免何回で受かったの ？How many times？ 4回。4回目で受かりました。で、本ちゃんは1回滑った。1回フェイル。はい、先週ダメだったということで5回落ちてます。もう1回もうすぐ、はい、もう1回でもやばいね、次回自信あります。いつも始めるときわからない、日本語でいつもちょっと正直ストレスあります、パニック、わかりません、どこ行きますか、でも次回頑張りましょう。はい、まあコースとかも覚えなあかんけどなんか、そのコース覚えなあかんということを知らんかったとかやっぱり日本語のところでだいぶ苦戦してますね。はい、頑張りましょう。頑張ってください。次回。多分もうすぐ出ます。そう多分1回もっとチャンスだけあります。どうですか？もうそうやね。もう待っとられへん。ルースの免許でトラベルレイトみたいな、ちょっと厳しいんであと1回だけチャンスあります。お願いします。頑張ってください、ルースさん。はい。バスは何人乗りから何人乗りにしたんですかっていうことですね。まあ僕らが初めこれ買った時は2ナンバーの27人乗りで、今構造変更特殊で、8ナンバーで、3人乗りにしました。じゃ次、個人的にサイドオーニングがあったら便利かなと思ってましたがつけなかった理由があれば教えてくださいということです。このオーニング、はい、まあ、これも結構僕らはもうすごいリサーチして、つけるかつけないか迷ったんですけど、まあ、1年半、トニーで旅してほとんど、まあ、外にいなかった。はい、まあ、トニーも一応そのタープつけれたりしてたんですけどもうほぼ使わなかった。僕らは基本こうトニーの時とかやったら後ろバーンと開けて後ろすごいビューで中でこう仕事したりご飯食べたりというスタイルがめちゃめちゃ好きやったね。どうですか？はい、そうですね。
そうあんまりちょっと高い。高い。そう、私たちのバスと長い、そう、大きいタープ必要。10万ぐらい。10万円ぐらい高いと思います。そうだから買いませんでした。風にめっちゃ弱いんで、ちょっとでも風吹いたらすぐもう壊れたりするんで、まあ使わんやろっていうことで。YouTube 動画見ました。時々人風の日、rip off。壊れた、ホールあります。ちょっと怖そう。そうやね。まあこれから一番僕の旅で車中泊のスポットでしたいところが結構展望台で僕はしたいんですよ。もう展望台めちゃめちゃ日本一周いろいろとこ回って一番いい景色やなと思ったんで、山の上のね展望台の駐車場みたいな。そういうとこでタープも張られへんし、タープ張るってやったら多分キャンプ場ぐらいしか無理やん。いやそうですね。道の駅無理やし。道の駅無理、絶対無理。Imagine doing 道の駅タープ。やばい。やばい。捕まってまうやん。結構僕らのライフスタイル、前のトニーのバンライフのスタイルからもオーニングは使わなかったんで、後悔し、つけんとこかということでつけてないです。何回かちょっとテストでサニーで行ったんですけど、僕一人で行ったりとかほぼ外出ないんですよ。もう中がもう快適すぎてやばい。で中暑いし、中クーラー効いとうし、こっから景色見れるし、夜の焚き火ぐらいしか多分出えへんかもしれんこれは。その辺はこれからどんな感じになるか分かんないけど、とりあえず今つけてないです。はい。次、2人がバスで一番してみたいことは何ですか？ What you want to do with this bus? 僕からいきますね。じゃあ僕はもうあそこのテラスで、夕日見ながら、ビア飲みたいです。ああいいですね。楽しみ。海かどっかで。ルースさんは正直映画みたい。映画面白い。道の駅車中泊して、それからバスの中映画がなります。ポップコーン。それからハイキングの後シャワーしたい。いいと思います。シャワーね。楽しみ。なるほど。次、ソーラーパネルついたままでも車検通りますか？はい、通ります。僕ら構造変更したんで、このソーラーパネルの高さ込みの今高さが車検証に書かれてるって感じなんで、構造変更したんで通ります。はい。一番難しかった作業は何ですか？ Most difficult parts。僕はやっぱりトイレ、シャワーか、あとこのウィンドウチェンジも結構大変だ。電気も大変やったな。一個一個次の作業は簡単やろってずっと思っても、もう最終的にしんどかったり。電気一番、ショートトリップ経験全然なし。いやでもここやばかったからな。バスルームもわからない。私スコットランドでやりました時寝とったやろ、スコットランドで。どれも難しいね。どれも初めてのことなんで。最後のクエスチョン、これが一番多かったです。もう早う言うてくれって皆さん思うと思うんですけど、サニーさん How much？ これが一番多かったです。やっぱりサニーさん、総額どれだけかかったのか。でルースさんが細かく毎日何本使ったかって書いてくれてたんですよね。はい。で計算したんですけど、一概にね何歩って言えないです。それはなぜかというと、YouTube のコラボレーションとか案件とか提供いただいたり、ディスカウントでしてもらったりっていうのがすごいあるんで、その辺このバス全体いくら使ったのかっていうのが僕ら多分全然違うと思います。でも僕らがなんぼお金自分らの手元から投資したのかっていうのに関しては全然言えるんで、そこをちょっと発表したいなと思います。まずなんですけど、この車で、150万使いました。それはサニーの車体であったり保険であったりみたいな感じで150万で、残り、350万これが、改造に使いました。っていうことでトータルなんともう皆さん分かってます。500万円約500万円をサニーさん、作るのに、かかりました。そうですね。どうですか？でも普通キャンピングカー、もしキャンピングカー買います。買ったら何本ぐらいですか？このぐらいのどれぐらいかね。1000万ぐらい。1000万はいかんじゃん、分からんけど800万分からん。でも500万で、1年ぐらいかかってますからね。10ヶ月11ヶ月ぐらいかかってるんで、
その時間とかも考えたらもしかしたらサニーさん高いっていう人もおるかもしれん。でも僕らからするとこう一個一個思い出があって自分らのしたいようにできたんで、いいですねファイナル。はい。でまあ僕たちがここに日本の家になるわけですから、はい、ルースもスコットランド人、翔太日本人で、僕も、ルースも諸君や、まあ、ノマドライフみたいな、ノマドライファーなんで家を移住していくっていうライフスタイルなんで、ここはもう日本の家。 Yes。 サニー。いつも日本来るとき、どこでも住んでる。はい。僕らはもうガチでここでガチの家として住む感じなんで、それだけのお金も、かかったって感じですかね。はい、快適にシャワーもつけたし、電気もすごい量つけたし、エアコンもつけたしね。To be honest, it was more than I expected to spend. I think because at the moment, like key wood metal price is gone up, right, compared to 1-2 years ago. So because of that, like the wood actually cost a lot of money. Buying like pieces of wood, cables for the electricity, these costs were quite expensive. どうですか？そうやね。まあっていう感じで、皆さん、500万円です。はい。はい。まあそんな感じで皆さん今回は Q&A やってみました。またこれからサニーで、旅しだしてまた他にもあるかもしれない、そういう機会もまたできたらなと思います。ということでもう旅立ちです。窓カーテン着て、クッション着て終わりです。エアコンも今日今ちょっとトップアップしたし、OK です。もうすぐ。はい、ということで皆さん、旅立ちまでもうすぐです。もう少々お待ちください。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、アディオス。アディオス。